皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。今日は早朝の羽田空港第2ターミナルからスタート。時刻はもうすぐ6時。外はまだ暗いね。クリスマスツリーが綺麗。これから鹿児島へ向かいます。朝6時半のフライトは辛いね。必死に早起きして家を出てきました。皆さんこんな時間から空港に来れて偉い。あと30分後には出発なので急いで検査場を通りましょう。九州本命なのでいつものバスターミナルから。もう優先搭乗がスタートしてる。さすがにご飯の時間はなさそうなのでバスに乗り込みます。今回は1泊2日での鹿児島旅行。鹿児島といえば桜島、美味しいものをいろいろ食べたいね。787が待っていました。かっこいいね。羽田から鹿児島までは2時間くらいかな。ちょっとだけど SFC 市場にもプラスになります。富士山が右手に見えます。やっぱり西に向かうフライトは右窓側席がいいね。寝ていたらあっという間に着陸だ。朝日が眩しいね。というわけで鹿児島空港到着。まだ朝8時半。一日を目いっぱい使えるね。早起きした甲斐があった。空港では西郷さんがお出迎えしてくれます。手には何を持たされてるんだろう。天然温泉の足湯らしいです。まだこの時間はやってないみたい。帰りに時間があれば来てみよう。今回の相棒はトヨタのライズ。鹿児島は大きいから車で回ろうと思います。というわけでいきなり鹿児島を縦断して枕崎まで来ました。枕崎お魚センター。枕崎といえばカツオ。まだ朝から何も食べてないからね。期待が高まります。カツオ節もだしも取り放題。船戸飯にしました。漬けカツオとカツオ節と卵なんかが乗ってます。こちらは取り放題飲み放題のカツオだし。贅沢だ。こんな案内もいただきました。だしの色が濃いね。濃厚です。じゃあお出汁をかけていきましょう。こんなもんかな。食べる前からうまいのがわかる。じゃあいただきます。結構ボリュームがあってお腹いっぱいになりました。それじゃあ次の場所に移動しましょう。こっちに来た。野生って感じの毛艶だね。というわけでトカラ馬を見に開門山麓自然公園にやってきました。敷地内を自由に馬が歩き回ってる。あまり群れない2頭。大人のオスなのかな。こっちの海がよく見えるエリアには群れで過ごす馬がいました。なんか言ってるね。なんかみんな一斉に移動していってしまった。変な人間がやってきたせいだったら本当に申し訳ない。でも会話するでもなくみんな同じ行動をとるって面白いね。さっきの群れは別の斜面で草をはんでいました。今度は車から降りずに見守ります。
近くには牧作があります。今年は13頭の子供が生まれたんだって。トコラ列島が故郷のトコラ馬、天然記念物に指定されこの牧場で保護されています。トコラ馬はもう100頭しかいないみたい。鹿児島市内に戻る途中で指宿に寄ってみました。すぐそこに砂風呂があります。波打ち際から湯気が立ち上ってる。それだけ砂浜が暖かいってことなんだろうね。そんな光景初めて見たよ。砂風呂はあの中で体験できるみたい。今日はもう鹿児島市内に戻らないといけないけど、いつかやってみたいね。サウナが流行る前から存在する風呂カルチャーだもんね。係の人が砂浜を掘り返し始めました。天気なのか客足なのかは条件によってはここでも砂風呂をやるんだろうね。でもこの湯気を見て砂に埋もれたらあったかいんじゃねえって思った選手に受けるよね。シュールな文化。パンフレットがあったんだけど、やっぱりここでも砂風呂やるみたい。バブルの頃とかはこの辺りも人がすごかったんだろうね。じゃあ鹿児島市内まで車で向かうことにします。鹿児島の中心地の天文館の辺りにやってきました。今日お世話になるのはリッチモンドホテル。アーケード直結だから便利だね。お部屋は至って普通のシングルルーム。じゃあ荷物を置いたら出かけよう。宿から歩いて30秒のところにある天文館無邪気。白熊が有名です。割とリアルなやつがいました。鹿児島名物本家氷白熊。お一人様ワンオーダー制。まあ一つくらい余裕でしょう。種類がたくさんあるんだね。コンビニとかでも売ってるあれをイメージしてたよ。このベーシックなのもいいけど、こっちのプリン白熊にします。ねえねえ、白熊ちゃんに触ってみて。きっといい日になるよ。ペンキ塗りたて。とんでもない罠だな。20分ほど並んで店内に入れました。全国に宅配もできるみたい。プリン白熊にしようと思ってるんだけど、食事もあるんだね。白熊以外も結構美味しそう。地元の通な人はこういうのを注文するのかな。焼酎まであるよ。お酒は夜まで控えておきます。来ました。コーヒーミルクを横に置いてみたんだけど、大きさ伝わるかな。思ったよりかなりでかくて鮮烈。これ多分白熊の顔になってるんだよね。プリンが帽子で。半分くらい食べた。中までしっかり甘い氷。もう冷たさで口の感覚がないです。かなり食べた。もうちょっとだ。冷たいのは大変だけど、いろんなフルーツが乗ってるから飽きずに楽しめるね。完食しました。美味しかった。複数人できていろんな味をシェアするのも良さそうだね。ソロだとこれが限界でした。すぐそばにまんじゅう屋さんを発見。幸楽まんじゅうだって。国産純粋蜂蜜使用。まんじゅうっていうよりは回転焼きっぽいね。1個食べてみようか。ホテルの部屋に持って帰ってきました。いわゆる回転焼きの仲間なのかな。
中身は小豆にしてみました。美味しい。でももうお腹いっぱい。少し仕事を片付けてたら夜になったので晩ご飯、うなぎの末吉さんです。駅弁も作ってるのかな。鹿児島はうなぎ養殖生産量が日本一。楽しみです。うな重とうな丼どっちにしようかな。うな丼はご飯の方にタレがかかってるってこと？じゃあうな重の方にしようかな。せっかくだからうな重の松にします。あとお酒ももらおうかな。日本酒。うな重みたいな味の濃い食べ物には日本酒がいいよね。うな重がやってきました。お味噌汁もついてる。まずはそのままいただいてみようかな。そのまま食べたらふわふわでした。次はご飯にのっけて。ご飯がそもそもすっごい美味しいんだよね。今年食べた白米で一番美味しいかも。最後はちょっとお料理悪いけど残ってたタレをかけました。いや、行列ができるのも納得の美味しさです。あっという間に食べ終わってしまいました。鹿児島に来るときはまた食べよう。鹿児島市内は路面電車が走ってるんだね。それじゃあ今日はホテルに戻って休むことにします。おはようございます。今日は風が強いね。これからお昼ご飯です。仕事してたら朝ごはん食べられなかったのでブランチですね。店内はとても落ち着いた雰囲気。カフェブームの頃の雰囲気っぽいお店はやっぱりいいね。今日はラザニアのランチプレートとのこと。美味しそうだね。チーズがとろっとしてる。一緒についたらカンパーニュっぽいパンも美味しかった。美味しかったです。良さげなカフェを下調べしておいてよかったよ。食後にはチーズケーキとコーヒーもついてました。コーヒーはカフェラテをお願いしました。大満足のランチセットだね。ラテもフォームミルクが綺麗で美味しいです。それじゃあ今日も観光していきましょう。2日目の初めにやってきたのは照国神社。車で走ってたらでかい鳥居が見えたので来てみました。この照国神社は島津家の神社なんだね。鹿児島といえば薩摩藩藩主の島津家の土地だもんね。160年くらい前に作られた神社みたいです。あ、やっぱりそうだ。160年記念事業。現在の宮司さんも島津の血筋の方なんだね。維持するだけでもものすごいお金が必要なんだろうね。政教分離で宗教施設には税金とか使えないから自分で工面しないといけない。今日は月曜日だけど外国人のお客さんが多いね。どうやらツアーに組み込まれてるみたい。玉里島津家っていう分家のお家が管理されてるんですね。これを自力で維持してる歴代当主には感謝ですね。巨大な鳥居は功績の象徴。歴史があるっていうのも大変なもんですね。市内から車で15分くらい、仙岩園にやってきました。ここも島津家ゆかりの場所なんですが、昔の邸宅が残ってるんです。庭からは桜島がドドンと見えます。スケールのでかい借景ですね。春には桜島と桜の共演も見れるみたい。随分と風情のあるものを作ったもんですね。昔の邸宅は実際に中に入ってみることもできるようになっています。
ちょうど今日は菊の展示会をやってるみたいで、園内のあちこちで菊が。仙岩園のすぐそばにはレトロなスタバもありました。ちょっと入ってみましょうか。イノベーションされた店内、明治大正時代っぽい雰囲気も残ってますね。建物は2階建てになっていて、2階にもたくさん客席がありました。それじゃあまた移動しましょう。これから桜島に向かいます。桜島に向かうフェリーに乗り込みました。一般道からノンストップでフェリーの中まで来ちゃったんだけど、料金は桜島側で払うみたい。フェリー仙台にはすでにお客さんがたくさん乗ってました。これが噂のやぶかねですね。乗船すぐに注文しないと食べ終わる前に到着しちゃうという。隣に別のフェリーが入ってきました。こう見るとかなりでかい船ですね。人も車もたくさん乗せて地域の足として活躍しています。こちらのフェリーが入れ違いで出発していきます。桜島まではわずか15分くらい。今日も黙々と煙を上げる桜島、天雪の活火山です。日本でも最も活発な火山の一つで、今年も80回近く噴火しています。最近だと2015年には年間1200回も噴火したらしいです。今は技術も発達してある程度観測ができるようになったけど、昔の人からしたらやっぱり畏怖の対象だったろうね。反対側からまたフェリーがやってきました。フェリーは鹿児島湾の暮らしの大事な交通手段なんですね。もう桜島もすぐそこです。この後は少し噴火にまつわるスポットを見てから帰路に着きます。そろそろ着岸なので車に戻りましょうか。下船してゲートでお金を払ったら桜島ドライブスタートです。島には至る所に退避壕があります。桜島には今も4700人ほどの人が住んでいます。噴火があればハザードマックに従って退避しなければなりません。ここがさっき上陸した桜島港ですね。で、そこからぐるっと反対側までやってきました。ここは黒神地区の埋没鳥居。大正の大噴火で埋没した鳥居が残されています。それがこちら。すっかり埋まってしまっていて、鳥居の上部分だけが出ています。約100年前の大噴火で2メートルも火山灰や軽石が積もったみたい。たった1日で辺りは一変してしまったんでしょうね。これは大噴火前の地図。桜島は陸とは離れた完全な島ですね。それが今ではこのように南東側で陸地と地続きになっています。辺りの地形が変わってしまうくらいとんでもない噴火だったんですね。おかげでこのように車で半島側に渡ってくることもできます。ではそろそろ時間なので空港に向かいたいと思います。はい、空港の近くの駐車場まで戻ってきました。保安検査場通過まであまり時間がないので急ぎましょう。空港までたどり着きました。鹿児島空港といえば大空食堂なんですけど、寄ってもいいかな。あと25分、多分大丈夫でしょう。大空食堂といえばこちら、京阪バイキングですよね。自分で自由に作れる名物メニューです。こんな感じで鶏肉の他に椎茸や薬味を乗せて鶏ガラスープをかけていただきます。じゃあ急いで食べちゃおう。ごちそうさまでした。やっぱ美味しいね。時間はあと19分。これなら大丈夫でしょう。いや、食べられてよかった。
保安検査場もあまり混んでなさそう。こじんまりとした空港の良さだね。無事に保安検査も通過したので、ここまで来れば大丈夫。30分後に出発の飛行機で東京に帰ります。京阪の余韻がまだ口に残ってるからついついこれ買っちゃいました。鹿児島はご飯が美味しいね。帰りの飛行機は787だね。今回のフライトを終えるとあと4回くらいでダイヤが見えてきます。年末に向けていろいろとクライマックス。今回はきれいめの機材でした。ディスプレイが大きい。羽田鹿児島は割と需要の大きな路線なんですかね。なんかシートピッチは狭めに感じました。 LCC みたい。飛行機が動き出しました。夕日を浴びてのフライトになりそうです。離陸していきます。鹿児島楽しかったな。今回の旅で九州は全て回ったことになるね。西日本はだいぶ輪郭が見えてきました。夕日に染まる桜島が見えます。鹿児島湾の中央にあって存在感がすごいね。鹿児島に来るのは高校生以来だったと思うけど楽しかったな。それでは今回の動画はここまで。ご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。